おはようございます。ケンです。今日は2025年6月15日から21日までの1週間でテスラに関して押さえておきたい注目ニュースを厳選してまとめてお届けをしていきたいと思います。特に今回はいよいよ始動したロボタクシー FSD の最新状況、次世代チップ AI5 の進化、さらにはエネルギー事業の大型プロジェクトまでテスラの未来を左右する話題が目白押しです。テスラオーナーの方、そしてテスラ株に投資をされている方にとって見逃せない内容ばかりですので、ぜひ最後までご覧ください。この動画を見るだけで先週1週間のテスラの動きを一通り把握できるように構成しています。それでは早速最も話題となったロボタクシーの最新情報から見ていきましょう。テスラがいよいよロボタクシーの実運用をスタートさせました。場所はアメリカテキサス州オースティン。現地時間6月22日から招待制のアーリーアクセスプログラムとして運行が開始されます。日本では明日からスタートということになります。使用されるのはモデル Y で台数はおよそ10台から20台。運行時間は朝の6時から深夜0時までとされ、決められたエリア内、いわゆるジオフェンスの中だけを走行する形となっております。ただし完全な無人運転ではありません。助手席にはセーフティーモニターと呼ばれる監視要員が同乗していて、さらに遠隔から操作をサポートするオペレーターも配置されています。また空港など一部エリアには対応しておらず、悪天候時には運休する可能性もあるなど、あくまでテスト運用に近い段階です。それでも実際に公道で一般ユーザーを乗せたロボタクシーが走り始めたという事実は、テスラにとっても自動運転業界にとっても大きな節目だと言えるでしょう。続いては、そんなロボタクシーをめぐる社会的な課題について見ていきます。ロボタクシーの運用がスタートした一方で、テスラの自動運転をめぐっては、規制や安全性に関する懸念の声も高まっています。まず、アメリカの運輸省にあたる NHTSA は、FSD が雨や夜間といった視界の悪い環境でどれほど安全に走行できるのかについて調査を開始しています。テスラの FSD はカメラを中心に構成されたビジョンシステムを使っていて、他社のライダーとはアプローチが異なります。こうした環境条件下での性能が問われているわけになります。さらに、テキサス州の民主党議員7名がテスラに対してロボタクシーの本格運用を延期すべきだと公式に要請しました。背景には9月1日から施行予定の新しい自動運転規制法があり、それに対応した運用体制が整うまでは安全面での不安が拭えないと指摘されています。そしてもう一つ注目されたのが反テスラ団体によるパフォーマンスです。彼らはテスラ社がスクールバスの前に立つ子供のダミーを認識せずに接触したというシーンを再現し、自動運転の危険性を訴えたりもしています。もちろん、こうしたデモは演出や意図的なシナリオも含まれている可能性がありますが、社会全体にとっては自動運転っていうのが本当に安全なのかという疑問が残されているというのが事実になってきます。技術的には前進しているテスラですが、それを社会が受け入れるためにはまだまだ乗り越えるべき壁があるということを改めて感じさせられる1週間でした。次はそんな中でも前進を続ける FSD とテスラの AI 技術について見ていきましょう。テスラの完全自動運転、いわゆる FSD をめぐっては技術面でも大きな動きがありました。まず注目されたのは FSD の安全性に関する比較データです。アメリカの分析によると、テスラの FSD は100万マイルあたりに 0.15 件の事故に対して、ウェイモは 1.16 件。この数字だけを見ると、テスラの方が7倍も安全であるという驚きの結果になっています。また、テスラはライダーではなくカメラだけで構成されたビジョンシステムを採用しており、コストの面でも圧倒的な優位性を持っています。さらに FSD の走行データも膨大で、テスラは累計で30億マイルを超えているのに対して、ウェイモはおよそ2200マイルにとどまっています。こうした量とスピードの差、
これがテスラが持つ進化の強みと言えるでしょう。そしてもう一つの話題が次世代 FSD チップ AI5 旧称ハードウェア5の存在です。この新しいチップは現行のハードウェア4に比べておよそ4から5倍、最大で2500トップスという処理能力を持ちます。これは FSD がリアルタイムでより複雑な判断を行えるようになることを意味しています。ただし現時点では多くの車両が旧世代のハードウェア3で構成されていて、これに関してイーロン・マスクさんは将来的に完全な FSD はハードウェア3では無理だと認めました。その上でハードウェア4への無償アップグレードを提供する方針も示していますが、困難で痛みを伴うプロセスになるとコメントしていて、現実的なハードルも残されています。こうした状況の中でテスラ株はどう動いたのかというと、ロボタクシー開始の報道直後には一時的にプラス 3% ほど上昇しました。しかしその後やや調整が入り横ばいに戻るという流れです。一方、証券会社のキャンター・フィッツジェラルドはテスラの目標株価を355ドルに引き上げ、最大で425ドルになる可能性があると評価しました。FSD の進化、そして将来のモビリティ事業への期待が背景にあると言えるでしょう。はい。では、ここまでお伝えしてきたのは、テスラの自動運転やロボタクシーといった車に関する話題でしたが、テスラのビジネスはそれだけではありません。実は今週、もう一つ見逃せない大きな動きがあったのがエネルギー事業です。テスラは今、中国上海で総額 5.57 億ドル、日本円でおよそ880億円規模の大規模な蓄電ステーション建設を発表しました。このプロジェクトでは今年2月に稼働を開始したばかりの上海のメガパック専用工場で製造されたバッテリーが使用されます。メガパックっていうのはテスラが開発した大型蓄電システムのことです。電力会社や自治体などが導入し、再生可能エネルギーの不安定さを補う電力の貯金箱のような役割を果たしています。このプロジェクトはテスラと上海市政府、さらに中国幸福国際ユースという大手企業の3社共同事業として進められていて、テスラがいよいよ中国のエネルギーインフラ市場に本格参入するというメッセージも読み取れます。自動車ビジネスが一時的に減速したとしても、こうしたエネルギー分野の成長っていうのが全体を下支えすることになる。これがテスラが自動車メーカーではなくエネルギー企業だと言われる理由の一つでもあります。投資家にとってはまさに第2の柱として注目すべき分野と言えるでしょう。はい、ということで今週のテスラ関連のニュースを振り返ってみると、ロボタクシー元年とも言える非常に重要な1週間だったことがわかります。確かにこれから商用ロボタクシーの運用が始まったとしても、それはあくまで招待制で監視要員も同乗しているテスト的な段階です。ですが一般ユーザーを乗せて公道を走るという事実がついに現実のものになったっていうことは大きな前進です。テスラは慎重に進めていくと言っているので、慎重にかつ着実に進めていくのがベストだと思いますので、ぜひここは慎重に進めていってほしいなと思います。一方で安全性や規制面での課題っていうのも浮き彫りになりました。FSD の実力に対する期待がある一方で、社会がそれをどう受け入れるのかという別の壁がテスラの前に立ちはだかっているように感じます。その中でも FSD の進化、AI チップの次世代化、そして蓄電池事業のような新しい収益モデルの展開っていうのは、テスラという企業の本質的な成長力を物語っていると思います。テスラを車を作っている会社として捉えるのか、未来のインフラを作っている会社と捉えるかで見えてくる景色っていうのは大きく変わるはずです。この動画がテスラの今と未来をより深く理解するヒントになれば嬉しいなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。中心です。
本日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果を見ていきたいと思います。先週の結果ですが、テスラ株は先週末は 325.31 ドルで、今週末が 322.16 ドルということで、これは下がるが正解と言えます。ギリギリではありますけれども、あまり変わらないが、プラスマイナス3ドルとしていますので、ギリギリこれは下がると言えるでしょう。はい。では、アンケートのね、結果を見ていきたいなと思いますけれども、今回は698票いただいております。ありがとうございます。結果ですが、上がると答えられた方が一番多くて 71% でしたが、結果としては下がるという結果なので、19% の方が正解となっております。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが、今回は1名の方のみが正解となっておりまして、現在連続正解がこの1名の AW139MK2 さんだけとなっております。そしてこのアンケートですが、4週連続正解された方に社内で使えるタイプ C で動くカークリーナーをプレゼントしています。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。そしてこちらのアンケートなんですけれども、趣旨としては2つあります。まずは株式投資の難しさを実感してもらうということです。株式投資は株価予想など色々とあると思いますが、実際に毎週やることで、その難しさがわかると思います。そして株式投資で上がるのか下がるのか、それがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし、毎週行い、自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週考えることで、自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて、投資をする際には何かしらの根拠や分析を持って投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をするということは役に立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので、分析力アップ、そしてぜひ他の方のコメントもご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあったのかと勉強になると思います。そしてコメント欄を通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたり、コメントに返信されたりされてみてください。そしてコメント欄を通じてご自身の株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思います。ということで本日もアンケートをしますので、ぜひゲーム感覚で参加してもらえればと思います。きっとご自身のレベルアップにもつながると思います。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。